ガラスファサードを取ったきっかけっていうのはドイツに留学してる時に、モチーフいろいろこう探してる時にですね街中ブラブラしてると結構もう最近のどの都市に行ってもガラスのファサードの建物って結構多いと思うんです。で街中こうショッピングモールとか歩いてる時にガラスのファサードにふとこう目をやった時にガラスの反射が幾層にもこう連なっていってて、自分がどの位置にいるかっていうのが分からなくなったんですね。でガラスのその反射のイメージがうわーっとこう迫ってくるような感じで自分が一体何を見てるか分からなくなってくるっていうような感じだったんです。で僕たちはそれをこう後でこう事後的に、風景をこう分節化していくっていうか、ここはガラス面、ここはガラスに映ってる反射イメージ、ここは、ガラス向こうの、ものっていう形で空間をこう分節していって日常的な安定的な空間になっていくと思うんですね。で僕の場合はその日常のその安定的な空間になんかこう戻される直前のなんかこう光の状態というか、一体何見てるかわからないようななんかこう抽象と具象がこうの間をこう揺らいでいくような、そういうなんかこうものの在り方とか世界の在り方をこう捉えたいと思ってるんです。でそれがたまたまドイツ留学中にそういうモチーフに出会って、ガラスのファサード撮ってみようっていうのがきっかけなんですね。基本的に僕のなんかこう問題意識っていうのは日常的なそういう制度的な眼差しっていうか、僕たちがこう物を見る在り方っていうのがなんかすごく固定化されていってて、意味をこう再確認するようになんか物を認識していってるような感じがしたんです。でそれはある意味なんかこう我々のなんかこう視覚の在り方自体が写真化していくような感じでもあって、その写真化するっていう今ここで僕が写真っていう意味はなんかある意味ちょっとネガティブな意味合いが含んでて、カメラっていうのはレンズがあって、でそのレンズを通してスクリーンに投影して、これがカメラオブスキュラっていう昔の図像の定着の仕方っていうか、3次元の、世界を2次元に、定着するための技法やったわけですよ。メディア装置道具やったわけですよね。でそこに、その像を、定着させるために写真術が発明されていくと思うんですけども、このなんかこう典型的な単眼一つのレンズに一つのスクリーンっていう一つのこのカメラオブスキュラのフォーマットっていうのがなんか今僕たちの写真、世界を見る眼差しを固定化しちゃってるというか、なんかそこに、僕は息苦しさを感じ始めたというか、なんかそういったなんかこうフォーマット、固定化されたフォーマットの視覚の在り方をどうこう不安定化させるか、あるいは揺らぎをもたらすかっていうのが僕の方法論になっていくんです。で、そのためにはいろんなやり方があるんですけども、僕の中にはそのリフレクションシリーズに関しては、単眼で一つのスクリーンっていうのがあって、スクリーンを何層にもしていくっていうか倍化していく、複層化していって、それでここの、スクリーン自体に揺らぎを与えていくっていう、カメラオブスキュラで捉えられた遠近法とは違う異なるなんかこう不安定な空間っていうのを、そこで生じさせることができるんじゃないかなっていうのをちょっと考えていて、それのシリーズなんです。で、ここにはちょっとないですけども、最近であればハプティッククリーンっていうシリーズがあるんですが、そっち側は逆に、単眼のレンズであることに対して複眼化していくっていうか、レンズを複眼化していくっていうか、視点をこう複眼化していって、その複眼化したその視点を無理やり一つの画像に、ねじ込んでいくというか、統合することによって起こってくるなんかこう揺らぎだったりとかきしみだったりとか、そういうことを、実験的にやってるというところですね。固定化した僕たちのこう世界の捉え方をどっかでこう不安定化したりとか揺らぎを与えるためにはどうするか、だからそこに僕の問題意識がずっとあります。例えばイカがぐにゃぐにゃ動いてるそのイカがいてて、でそれをこう写真撮りました。だから写真でこう、要は固定化しちゃうっていうか、止めてしまうわけですよね。このぐにゃぐにゃとしたこの動きのその、実体としてのイカが写真にこう写されることによってなんかスルメ化しちゃうというか、なんか固定化されちゃって何かが欠落してるなっていう感覚があると思うんですね。
でそれは写真に撮られることによって、言えばイカなり、イカでなくてもいいんですけども、世界っていうのが記号化されていって僕らのアーカイブに入っていくっていうような感じがあるんですけど、それが僕にとっては息苦しいというか、同じことをこう繰り返していってるんじゃないかなっていう気になってくるんです。でまた例えばインスタ開いたらみんな富士山撮ってます。じゃあ僕が撮った富士山と皆さんが撮ってる富士山とどう違うんですかって時に、いや一緒じゃねって感じになっていってて、結局僕らは写真っていうのはもう撮る前からレディーメイドというか誰かがもうすでに撮っちゃってて、実は何も撮るもんってないん違うかなっていうふうに思い始めたんです。で常にこう写真っていうのが意味の確認のために扱われていくというか、そうじゃないこう余白というかこう意味から漏れてくるこう感覚的な質みたいなもの、そういうのを僕は大事にしたいというか捉えたいというのがあって、それが何かってちょっと僕もなかなか言語化できないんですけども、僕の中ではこう触覚的なあり方っていうか感覚の質の中の何かを写真っていうメディアでまた改めて撮れないかなっていうかつかめないかなっていうのがあるんです。そしたらそういうこれまでの固定化したそのフォーマット、単眼のレンズに単一のスクリーンっていうやり方自体を一度疑ってみたらどうかなっていうのがあったんですね。シリーズ自体は2001年2002年から始まったんですが、まだデジタルで全盛じゃなかったので、ネガフィルムで撮ってたんです。でフィルムでまず撮ってるんですね。よく勘違いされるのは複数の風景を合成しているように勘違いされるんですけども、これはフィルムでワンシャッターで撮ってるんです。当然ながら撮影者の影が映るんで、それはコンピューター上で消してしまって、で僕がやることっていうのはもう色調を、調整するだけなんですね。ただその色調を調整するのを、風景のこういう一つの、パースペクティブをレイヤーっていうか層にこう全部こう捉え直していって、層ごとに、階調を調整していくんです。で本来であれば、反射のイメージ、ガラス面、ガラス向こうの、空間という形で整理されていくものなんですけれども、僕は色のサイドだったりとか調子をこうコントロールすることによって向こうのものがこっちに出てきたりとか、こっちのものが向こうに沈んだりとか、だからどっちが手前でどっちが奥か分からなくなるような、そういう調整をしていくんですね。それでこう視覚を不安定化していくっていうか、不安定化するような仕事になってるんです。だからそうすることによってこう僕たちがこう安定的に物をこう捉えた時とはまた違う状態がそこにこう、入り込んできて、何か意味の、世界じゃなくて別の感覚の質がそこに立ち上がってこないかなっていうのが、このシリーズでは考えてました。いや僕もそう思ってます。反射のイメージとか何が、本物で何が偽物かよくわからないような、そういう像が一気にこうせり出してくるような空間っていうのは実は都市空間にあちこちに僕があると思ってて、でそれに人はこう、無意識的にそれをこう感受してるっていうか、出会ってると思うんですけども、脳があるいはこう日常的な安定的なその空間性がそういうのを排除したりとか、あるいは整理して元の安定的な空間に戻していったりとか、そういうのが現実かなと思うんです。世界の揺らぎっていうのがそこら中に実はあるのに、僕らもそれを見過ごしてるだけで、それは僕はそれをこうそのまんまの状態に置いとけないかなっていうのが問題意識としてあるんですけど、そうです。小林組の大阪本社の、ビルのエントランスのところですね。そうですね、大阪中あっちこっち探したんですけど、一番シンプルにガラスのファサードを作ってたのがあったのがこのビルだったんで、アクリル板があることによって実際に実際の室内の反射イメージがここに投影されて、で、写真のイメージの反射イメージと、アクリル板に映ってる反射イメージがそれがこうミックスされていくのもちょっと仕掛けとしては考えてたんです。でまたこういう一枚のこうタブローというか、一枚の板としてもこう浮くような状態というか、それで提示したいというのがあって、
こういう形でこうフレーム化してなんか額装するんじゃなくて、なんかこうその複層化したそのイメージがその、イメージとして独立して浮いてるっていう感じにしたかったんですね。それでちょっとこういうボックス型の、額装にしたんですけど、写真のプリントも、プラスチックに観光乳剤塗られた分なんですごく反射が強く出るプリントなんです。反射を強くしていって実際の反射と、写真のイメージの中の反射がこう混同するような感じでいけば、なんかこうイメージがこうどんどん倍増化、それこそそのスクリーン一つの単一のスクリーンが現実のスクリーンにも関わりながらなんかこう複層化されていくかなっていうのはちょっと考えたんですけど、でサイズっていうのは基本的にはもう相対的なものなので、写真っていうのは基本可変じゃないですか。大きな空間で見せたい時はできるだけでかく大きくしたいっていうのもあるし、状況によって変わってくるっていう感じですかね。でまたあと小さすぎると今度ディテールが見えてこなくなっちゃうので、ある意味その辺のさっき言ってた遠近の距離感のアンバランサーがこの大きさだったら出るけどこの大きさでは出ないっていう場合は、そのちっちゃい方はやらないとか、そういう加減で見てますかね。実はこれも大きいバージョンがあるんです。2エディションあるんです。そっち側は120の150だったかなのサイズ実はあるんです。だからなんか、この作品もなんかこう僕は作品の中にこう没入してもらいたいっていうのがあって、僕の場合はなんか写真のイメージと向き合ってほしいっていう感じなんです。例えば風景だったらその中に鑑賞者は没入していくっていう感じで、なんかそういう形で作品見てもらいたいなっていうか、なんか像自体がなんかこう自立してなんかこう迫ってくるようなそういう写真作りたいなとは思ってます。だからある一定の大きさが欲しいっていうのはあったりもし、でまた一方で、こういう実際バージョンっていうのは、個人コレクターの人に向けて、ある一定の空間の中で見たらそういう映像の質って僕がやりたいことは保ててるなと思ったらそのサイズでも作ると。最近は木を撮ってまして、撮り方としてはクローズアップでズームで木の一部分をクローズアップして撮るんです。で結構もう、社会深度を浅くしてやってほとんどなんかこう近接撮影で撮ってるような写真のイメージになるんですけども、それらを数百枚撮ってやって、でコンピューター上でそれをこう統合するんですね。で一枚一枚はクローズアップの近接写真なんですけれども、統合されることによって全体の木ができるわけです。写真の一部分を見てると近い距離感なのに、写真の全体を見ると遠い距離感があって、なんか遠近がこう揺らぐようなそういうなんかこう木のイメージを作りたいと思ったんですね。でその時に何ですかね、ハプティックグリーンっていうタイトルつけてるんですけど、ハプティックって視覚上の触覚性っていう意味があるみたいなんですけど、そういうカメラオブスキュラーとかそういう遠近法が誕生することによって絵画なり芸術表現っていうのはどんどん対象から離れていっちゃった。でもそういう遠近法の前っていうのはすごく触覚的な絵作りっていうか、だから近接視っていうか近くでこう見てて常にこう触覚性が問題になるようなものの捉え方やったようです。でそれが徐々にこう遠近法の誕生によってものと対象との距離が出来上がっていくっていうのがあるんですけど、それが今現在我々の視覚、さっき言った眼差しのフォーマットになっていくと思うんですね。だから僕はここに揺らぎ与えたいと思ってるんで、視覚にそういう触覚性を感じるようなそのあり方を考えることによって写真自体にはなんかこう触覚的な手触り感っていうのが発生するような作り方をしたいと思ったんですね。だからなんかこうどこの位置で見てるのかちょっとよくわからないっていうか、近い距離感も感じるけど遠い距離感もあって、で遠近がこう揺らいでいく、でもうディテールがその葉っぱの葉脈まで見えるような写真になってるので結構大型なんですけども、だからそういう近い距離感で見てるのか遠い距離感で見てるのか分からなくなる時に
そういうなんかこう視覚上での触覚性っていうのが発生するっていうのが、狙いとしてあります。版画家による写真制作と、写真家による写真制作とか写真表現と僕は根本的に違うなと思うのは、版画やってる連中っていうのは写真を撮ります。でそれを印画紙に焼きます。ここまでは写真家と一緒なんです。で、写真の印画紙にこうプリントされた時に、写真家にしろ、あるいは一般の人にしろ、その写真のその物質的な側面ってあんまり見ないんですね。で被写体が何が写っているかっていうのを常に問題にするんです。である意味非物質的なイメージと対面するっていうのは向き合うような形になると思うんですけども、版画やってる連中っていうのはそれをまず製版フィルムに焼くんですね。透明のペラペラのフィルムに焼くんです。で独特の質感を持ってるんですけども、その製版フィルムを今度、犯罪っていうか観光入罪であったりとか、あるいは銅板の板であったりとか、それに焼き付けるんですね。だからそれ焼き付けて、で今度印刷するんです。で印刷したらインクの膜面にまた置き換わっていくんですね。だから最初本来非物質的なイメージが透明のフィルムになり犯罪になり、それでインクの膜面になりっていうような形でいろんな物質にその写真のイメージが変換される様を見るんですね。で版画やってる連中にとってのその写真っていうのは写真っていうのはイメージでもあり物質でもあり、そしてレイヤーであるってことを意識せざるを得ないんです。で僕にとったらその版画の制作っていうのはレイヤーをどう構成するかっていうメディアだって、で、そのレイヤーに対しての意識っていうのはすごく意識的にならざるを得なかったんですね。当初は僕はシルクスクリーンとか銅板で写真制作してたんですけども、そのうちその、物質性がどんどん嫌になっていって、イメージだけで作品作っていきたいというふうに移行していくんですが、この辺の仕事にしても、いわば風景をレイヤーで置き換えてみたらどうなるかとか、複画のさっきの、ハプティッククリーンにしても、これ複眼化していくレイヤーを多層化していく、あるいは多元化していくことによって、世界はどう見えていくかとか、なんかレイヤーで物事を考え直していくっていうか、置き換えていくっていう、そういうなんかメディアの特質から培われた考え方っていうか、写真制作の向き合い方っていうのが結構影響してるのかなと思うんですね。絵画っていうのは主体的に絵を描いていくんですけども、版画っていうのは一旦その主体的に描くその熱を一旦冷ましちゃうっていうかね、客観化させていくんです。でその客観化していって、そこに編集っていう作業が入っていったりとかするんで、そういう版画制作で培われてたその考え方なり、ものの作り方っていうのが他のメディアに行った時になんか独特の作り方で向き合えるっていうのが僕はあるのかなとは思ってます。僕の出発点っていうのが何ですかね、何作ったらいいかわからないっていうのが僕の出発点なんです。で強い作る理由なり、あるいは、主題っていうのが僕にはなかったんですね。日本人であることであったりとか、そういうところを主題にするのもちょっと違うなと思うし、で私の記憶であったり私の思い出であったり私の体験っていうのも主題にしえなかったっていうか、ちっぽけな自分っていうふうに思えちゃったんですね。でじゃあ何表現するかっていうのを思った時に、何もないってことにもう徹底的に気づいちゃうんです。だから自分がとてつもなく凡人であるってことを、認識しちゃうんですけども、そしたら僕は作る、立場じゃないというかアーティストに向いてないんじゃないかなと思って、一時期美大やめようかなと思った時期もあったんですが、その時に、半年ぐらい大学行かなくて思ったのが、作りたくて仕方がない自分が一歩で発見する気づくっていうのと同時に、何も作れずに何を主題に選んだらいいか分からずに途方に暮れてることが僕のリアルさやなと思ったんですね。でこういう状態を表現したいっていうのがあって、表現すればいいんだと思ったんですよね。僕らの日常って常に意味を求めれたりとか目的を求められたりとか、
なんか常にこう意味がこう充満してるというか充足してる状態でないと日常生活生きていけないような感じだと思うんですけど、時々その意味がこうガラ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 と崩れることってあると思うんですね。何に向かっていけばいいか分からなくなるっていう状態があって、でそれでみんな人は絶望するんですけども、僕も当時絶望してたんですが、実はこの世界の方、そういった状態の方が僕たちの世界じゃないかなって思えたんですね。でその世界を表現したいっていうのが僕のアーティストとしてのなんかこう出発点だったんです。でそこでなんかこう写真っていう問題であったりとか版画っていう問題が絡んできて、で今までこうやってきたところがあるんですけども、だから別に写真とともに生きるっていうわけでもなく、カメラ版画家としてやっていきたいっていうその使命も全くないので、結局はまあそういった途方に暮れた状態をどう僕のリアルさとして表現できるかっていうのを今後も考えていきたいなって思って